材料はこれですね。まず上新粉、これが 100g 使います。次はもち粉ですね。今回はもち粉の代わりに白玉粉を使ってます。これが 10g で、次は砂糖ですね。今回はブラウンシュガーを 30g 使います。あとは巻く用のいぐさと、あと笹ですね。これでちまきを作っていきます。まずはいぐさを煮戻していきます。これちまきを作る前日の日に、仕込みます。お湯にいぐさをつけて、この後火を沸かして煮込んでいきます。煮込み時間はだいたい30分ですね。30分ぐつぐつと煮ます。はい、ぐつぐつと煮えてますね。そしたらこれを火を切って乾かないように上からキッチンペーパーを敷いて、で蓋をします。これで次の日まで置いときます。でこれが置いていたものですね。もうこうなるとだいぶちぎりにくくなります。乾いた状態でいぐさを使うともうブツ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 切れてちまきが巻けなくなります。でちょっと水が匂いがあるので一度殺菌したお水につけておきます。一度水洗いして水につけておきます。はい、ここですね。これは今材料を測ってます。水が 110g。 はい、左に置きます。で次がこれ何や、白玉粉 10g ですね。これもち粉白玉粉で今回は代用してます。で次が上新粉 100g、 これを測って別のボウルに今度砂糖を測っていきます。ブラウンシュガー 30g、 きび砂糖ですね。これ普通はグラニュー糖でやるのでグラニュー糖にしてください。今回は実験的にきび砂糖でやってます。で米粉を練るときは沸騰したお湯を入れて練ります。そうするともちもちっとした食感と、あと火通りが良くなります。ここからはすごく早く手早くやってください。で初めに砂糖を少し入れたのは後で砂糖を混ぜるときに砂糖がなじみやすくするために大さじ1だけ入れてます。でこうやって混ぜ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 ってしますね。混ぜ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 ってします。これ実際はおまんじゅう屋さんではミキサーでやることが多いですね。ミキサーの方が生地が冷めなくてすぐ混ぜれるのでミキサーで大体やることが多いです。これ少量なんでもう手で揉んでます。でこの後よりちょっともうちょっとなじみよくするために揉んでいきます。こういうふうにパタン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 ってやっていきます。でこれをまたもう一回蒸していくんですけど、ちょっと今回ねいつもの業務用でやる感じで蒸してみたんですけど、ちょっとスチームの力が弱くてこれよりももう少し小さく切った方がいいと思います。で鍋でちょっと蒸していきます。
し時間はだいたい20分ですね。20分間蒸していきます。はい、蒸れ上がりました。そしたらこれが熱いうちに揉みます。熱いうちに揉まないと砂糖がなじまなくなるので、熱いうちに揉んでいきます。これ多分すごいめんどくさいんで家でやってとは言わないんですけど、まあ見る動画で見てください。でここで一旦生地を水分がついているので全体的に揉んでなじませます。その後砂糖を少しだけまず入れてなじませて揉んでいきます。でそれが溶けたら次残りのお砂糖を全部入れちゃいます。多分きび砂糖でやってる人いないんで皆さんはグラニュー糖でやってください。今回はその精製してない砂糖で作ったらどうなるのかなと思ってやってみました。味は少し黒糖チックな味になるかなって感じですね。であとはこの状態だと砂糖がまだ溶けてない状態です。なのでザラザラするんでもう一度蒸します。だいたい蒸し時間は10分から15分ぐらいですね。はい、蒸れ上がりました。そしたらこれをまたなじむようにギュッギュッとギュッとこすりつけるように混ぜていきます。ちょっと今回スチームが弱かったんで火通りがあんまり良くないんですけど、火通りがいいサインとしてはちょっと半透明になるぐらいがちょうどいいです。でだいたい 40g ですね。 40g ぐらいに切っていきます。でこれの表面をきれいにするように揉んで、でちまきの形を仮で作っていきます。でこのちまきの形をきれいにするためにこれ板を使ってるんですけど、結構木型とか使ってやることが多いです。木型でコロ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 ってするときれいな形になります。ちなみに手ですごい触るんで厨房とかでは手袋をしてやってます。で笹といぐさでちまきの形を作っていきます。葉っぱの向く方向はツルツルしてる方を中面1枚目は、2枚目の笹はツルツルしてる方を外面にしてください。これツルツルしてる方を中面にするとちまきがくっつきにくくなります。表面の葉っぱの方はツルツルしてる方を外側にすることでちまきの表面が乾かなくしていきます。これ葉っぱの向きを反対にしてしまうと表面が乾いたようなちまきになってしまいます。なんでこういう風にしてます。で巻き方とかはこれの後にちょっとアップでやってるんで待ってくださいね。今はこれ作業中みたいな感じですね。普段の作業はこれぐらいのスピードでやるよっていうのを見せてます。はい、こんな感じで詳しく見せますね。こういうふうに葉っぱのツルツルしてる方を上にして
1枚巻きます。でもう1枚の葉っぱはツルツルしてる方ですねを表面にしてもう1枚巻きます。はい、これねちょっともうちょっと締めた方がいいんですけど、ちょっとカメラ置きながらだったらちょっとやりにくかったらちょっと言い訳させてください。で上面を折りたたんでここでいぐさを2周巻きます。巻いた後出てる笹を折り込んで、まず2周巻きます。で巻いた後手を入れ替えて渋ぐるいを巻いていきます。この時にいぐさをちゃんと煮てないとブツブツ切れるので、いぐさは前日に仕込んでおいてます。で最後は輪っかを作って通してギュッと締めるだけです。はい、これで完成。でまあこんな感じです。こんな感じですね。